こんにちは、写真家の井上です。今回のゼミのテーマは基本のズームレンズ 70-200mm です。写真を趣味にしている多くの方々にとっても、仕事にしている方々にとっても非常に重要なレンズの一つと言えるのがこの 70-200mm の望遠レンズだということができると思います。というのも、風景やポートレート、スポーツ、ドッグランを走り回るワンコなど様々な被写体の撮影に汎用的に使用されているからです。さあ、一緒に基本のズームレンズともいえる 70-200mm のズームレンズについて詳しく見ていきましょう。今回のゼミでは4つの切り口で見ていきたいと思います。1つ目が焦点距離の柔軟性、2つ目にうっとり高画質、3つ目が豊かな背景ボケ、4つ目に使い勝手の良さという切り口で見ていきましょう。まず1つ目、焦点距離の柔軟性。70-200mm のレンズは 70mm、そして 105mm から 135mm あたり、望遠端の 200mm というそれぞれ特徴的で写真表現という観点からも魅力的な焦点域をカバーしています。70mm という焦点距離では望遠レンズで撮影しているとはいえ比較的広い視野を得ることができます。広角レンズのような広範囲を捉えるのではなく、風景の中の特定の要素に焦点を当てることで物語性のある写真を作ることができる画角とも言えます。この作例では秋の丘を行く道、そしてその道の先にはそびえる大雪山十勝岳連峰の雄姿に目が行くことと思います。この画角の中で手前から奥へ続く道による視線の誘導、そしてその線上には秋から冬への物語が見えるように導かれていることと思います。焦点距離を長くすると被写体により近づき、その詳細を強調することができます。例えば 105mm から 135mm あたりを使った動物の撮影では、被写体に適度な距離を保ちながら細部を際立たせるのに最適な焦点距離ということができます。実際には野生動物の撮影でこの焦点距離を使った撮影はほとんど困難なものなのですが、時にそういったチャンスが巡ってきた時は動物の表情や質感を捉えつつ、自然な背景ボケによって生き物本来の美しさを際立たせることができます。こちらの作例は 115mm で撮影しています。その口元や視線の様子から穏やかさを感じるキタキツネのポートレート、人物だけでなく動物の表情を捉えるにも良い画角ということを感じていただけると思います。こちらは焦点距離 129mm。 ここは風景写真の人気撮影地の一つになっている北海道の美瑛。早朝連なる丘や大雪山十勝岳連峰に日が差し始める時に撮影をしています。70-200mm のレンズで風景写真を撮影すると、遠くから土地の一部を切り取るという撮影ができます。また焦点距離を長くして画角を狭くすることで、このシーンでは太陽の位置を画角の外に置くことができて反逆光の効果を生み出してくれています。こうやって撮影することで切り取られた画角の中で連なる丘の起伏や地形のテクスチャーを強調して写真に立体感を与える効果があると言えるでしょう。その意味においてこの焦点域は一見平凡な風景に新たな息吹を注ぐものということもできるかもしれません。では 200mm はいかがでしょうか。こちらは子狐を 200mm で捉えた1枚です。いつも排水溝の縁にある苔を座布団にして昼寝をしていたので、苔ちゃんと名付けて観察撮影をしていました。通常野生動物を撮るにはより長い焦点距離が求められます。僕の場合は 400mm を使うことが多いです。とはいえ 200mm という焦点距離でも十分に彼らの日常を記録することが有効な場合もあります。彼らの体型全体に加えて彼らが生きる環境も同時に捉えることができるためです。この子狐の後ろにはいつも苔の上で寝ているだけではない苔ちゃんが探検する舞台になっている小麦畑の雰囲気が豊かなボケの中に見えていることと思います。こちらも焦点距離は 200mm。向こうに見える赤いレンガの建物は晩秋の北海道庁旧庁舎、赤レンガ庁舎とも呼ばれています。望遠レンズを使用する時の最大の利点の一つがこの圧縮効果。画角の中の手前と奥の間にある空間が縮まり、面白い奥行きの感覚に見えてきます。赤レンガ庁舎がある位置は実際には黄色いイチョウの木々から100メートル以上離れているにもかかわらず、手が届きそうなほど近く感じられることと思います。
この圧縮効果を意識した撮影は建築物や自然の風景など様々なシーンで効果的に使用できます。被写体の距離感を狭めることで視覚的な関連性を強化して見る者に強い印象を与えることができるのです。200mm のレンズで撮影する際はこの圧縮効果を最大限に活かしてみてください。被写体間の距離を意識してそれらが一つの調和した絵になっているように構造を考えることがポイントになります。2つ目、うっとり高画質。写真において画質はとても重要な要素の一つです。各メーカーが市場に送り込んでいる多くの 70-200mm のレンズは光学設計を繰り返し進化させて、そこに新たな特殊ガラス素材やレンズコーティングを投入するなど、それぞれの素晴らしい光学技術を駆使して設計されています。クリアでコントラストの高い画像を映し出すこの技術は、この作例のように葉の一枚一枚を描画してくれます。望遠レンズの遠くの被写体を引き寄せる特性は、我々の目には見えない世界を映し出すかのようだと言っても過言ではないでしょう。積極的に使っていきたいものです。各メーカーがしのぎを削りながら最新の光学技術を駆使して設計される 70-200mm のレンズは、前でも触れたように特殊ガラス素材や高度なレンズコーティングの使用により、色収差やフレア、そしてゴーストを抑制してくれています。そのため、このような逆光の厳しいシーンでもクリアな画像を我々にもたらしてくれます。僕が愛用しているソニーの 70-200mm のレンズで撮影されたやや挑戦的なシーンともいえるこの作例。注目すべきは太陽の周辺の明るい部分だけでなく、木の葉の質感や砂利道の細部に至るまでシャープでクリアなディティールが保たれていることです。欲しくなる方も少なくないと思います。3つ目、豊かなボケ。ボケとは、写真のピントが合った主題以外の部分が被写界深度、ピントが合う範囲から外れてぼやける効果を言います。これにより鑑賞する人の視覚的な注意は主題に集中することになります。70-200mm のレンズで撮影したこの作例を見てみましょう。夏の海霧が強い風に乗って走る宗谷丘陵で撮影しています。広い丘で出会った若いエゾシカ4頭がこちらをじっと見ています。4頭の背後のボケた風景は彼らがどのような環境にいるのかをほのめかしていますが、詳細は明かさず、そこには鑑賞する人がこの写真の物語を埋める余裕が広がっているということもできるでしょう。ボケの写真表現の楽しさはこういったところにもあるのです。この作例は 70-200mm のレンズの望遠端である 200mm で撮影しています。絞りや開放の F2.8。この作例を撮った時のレンズで絞りを F2.8 に設定すると、絞りは最も広く開き、光を最大限に取り込みます。これにより主題であるキタキツネの顔にピントがあってシャープに描写しつつも、手前の草も奥の草原の草花も柔らかいボケとなって映ります。結果としてキタキツネの鋭い眼差しとその豊かな毛並みが周囲の世界から浮かび上がってくるように見えてくるのです。野生動物を撮影するには 200mm という焦点距離はやや短いものではありますが、こうやってボケを利用して写すことでこのような比較的小さな野生動物でもその存在感を写真の中で表現することができるのです。多くの 70-200mm のレンズには優秀な手ブレ補正機能が搭載されています。これにより手持ち撮影でもシャープな写真を撮ることが可能になるのです。こちらは夕暮れ時の港で見かけた子狐。200mm の焦点距離で撮影するときは200分の1秒より速いシャッター速度で撮影したいものです。70-200mm に松竹梅モデルがあるなら、祭りに当たるモデルであれば手ブレ補正機能は一層優秀で、160分の1秒ぐらいならへっちゃらだという印象があります。子狐がじっとしていてくれたこともあって、感度が ISO320 まで下がってくれて、ノイズをほとんど感じない絵を得ることができました。また 70-200mm のレンズの中にはこのレンズのように F2.8 投資のモデルもあり、低照度、薄暗い環境での撮影においてもクリアな画質を得ることができます。色っぽい時間帯ともいえる朝や夕方に野生動物や飛行機を撮影する際にはこのレンズの明るさに助けられるものです。作例は夕暮れの旭川空港に滑り込むボーイング767。これ以上遅くしたくないというシャッター速度を死守したいという気持ちと、これ以上感度を上げたくないという気持ちが交錯する薄暗い時間帯の撮影だったのですが、F2.8 という明るさに助けられた一枚と言えます。
衝突防止灯が赤く光る瞬間が映っている点も嬉しいところです。4つ目いきましょう。使い勝手の良さ。70-200mm のレンズは F2.8 投資のモデルだけでなく F4 投資のモデルも各メーカーから発売されています。F2.8 投資のモデルがその明るさや技術の高さで知られている一方で F4 投資のモデルは様々な面で絶妙なバランスを提供してくれていると僕は感じています。その大きな利点は重量とサイズと言えるでしょう。F4 投資のモデルは F2.8 投資のモデルより軽量コンパクト。また近頃例外もちらほら出てきていますが、価格も F2.8 投資のモデルよりずっと買いやすいと言えます。優れた画質を求めつつも予算に優しい選択肢を提供する点で多くの方々に選ばれています。十分な光のある状況では F2.8 投資のモデルに負けないくらい鮮明でコントラストの高い画像を得ることができ、また深い被写界深度が求められる風景撮影にも適していると言えるでしょう。こちらは大雪山十勝岳連峰の中で撮影した一枚です。歩いて絶景を探し回って絞って風景を撮影することが多い方にはおすすめのレンズと言えます。ところで 70-200mm のレンズは一般に堅牢な作りで知られており、防塵防滴の設計がされているモデルも多いです。野外での撮影でも安心して使用でき、様々な環境に対応する耐久性を備えています。またモデルによっては焦点距離を変えるためにズームリングを回しても鏡頭の長さが変わらないインナーズーム機構を採用しています。そのため焦点距離を変えるたびに鏡頭がスライドして水分をレンズ内に飲み込んでしまうリスクが大幅に減っています。この作例はボタン雪がわさわさ降ってくるような冬でも気温の高いシーンで撮影しています。インナーズーム機構のレンズで撮影していたので、レンズ内に水分が入りにくい点で少し安心して使用できていました。ボタン雪なんて気にせずにファインダーを覗きながらズームリングを回してベストな焦点距離画角を見つけて極上の一枚を撮り残したいものです。70-200mm のレンズは様々なメーカーから多様な性能と価格で提供されています。これにより初心者からハイアマチュア、プロフェッショナルまで幅広いユーザーが予算やニーズに合わせてレンズを選択することができます。皆様にとって相棒のような 70-200mm のレンズが見つかりますよう願っています。今回のゼミが楽しかった、ためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様楽しい撮影を。